はい、今回は賃貸住宅でも手軽にできる DIY、突っ張り DIY について話をしたいと思います。賃貸住宅において傷つけない収納の代表格が突っ張り収納であり、この突っ張る収納方法で最終的に行き着く先が突っ張り DIY。今ではディアウォールやラブリコといった商品もあるので、賃貸でも備え付け家具のような壁面収納も簡単に作れてしまうわけです。かくいう私もオフィス、リビング、キッチン、玄関、パソコンデスクと居住用賃貸物件の様々な場所に壁面収納も作ってきましたので、今回は突っ張り DIY で知っておくべきことについてここにまとめておきたいと思います。はい、それではまず突っ張り DIY し始める前に私が DIY するに至った理由についてちょっと話をしたいと思います。突っ張り収納に限らず収納するための商品って非常に多くある中で、いやいや DIY とかめんどくさくないですかって最初は私も思ってたんですよね。そんな私がなんでわざわざラブリコやディアウォールで DIY するようになったのかって話。まず物で溢れる我が家にとって収納を増やすことが最重要。限られたスペースの中でいかに収納を増やすかってことを目標に日々生きていたんですよね。賃貸住宅ゆえに謎のデッドスペースも多いし、ちょうど良いサイズの棚を見つけるのも難しい。隙間なく棚を敷き詰めるために小さな棚を組み合わせて使ってみたり、カスタムできる棚を使ってみたりもしてきたのだけど、どう頑張っても隙間は生まれてしまうんですよね。頑張ってぴったり壁を棚で埋め尽くしたところで、今度は棚の内側が収納したいものと合ってなければ、棚の中にデッドスペースも生まれてしまうのです。仕切り板や突っ張り棚を追加して、ちょっとしたスペースを埋めるの繰り返し。これなら最初から全部作ってしまった方が早いのではないか。そう思って挑戦してみたところ、実際に早かったし、何より余計な手間や出費がなくなったわけです。そしてこのスペースを最大限活かす収納棚って、見た目の美しさにもつながるんですよね。みんなが壁面収納に憧れる理由。収納力というよりその整然とした見た目が美しい。壁一面にぴったりはまっている棚。適切なものが収納されている棚。見ているだけで非常に気持ちがいいんですよね。これは対称性や秩序を求める人間の心理。おしゃれ家具の良し悪しをわからない私がとりあえずシンデレラフィットを目指す理由でもあるのです。インテリアってこだわり出すとお金がいくらあっても足りないし、お金をいくらつぎ込んだところでおしゃれにならないのもインテリア。デザインに正解はないし、結局のところ好みの問題だと言われたらそれまでなんですけど、部屋の形に合っている家具が美しいってことは間違いないでしょう。どんな高級な洋服も体型に合ってなければ美しくないし、いくら仕立ての良い服でも皆一緒ならつまらない。制服はやっぱり制服。おしゃれって人と被らないことも重要であり、DIY することで唯一無二の作品も出来上がるってのも素晴らしいと思いませんか？自分で作ったという付加価値、クオリティが高いほどあなたの価値も上がるはず。私はデザインに正解はないと言いましたが、デザインには必ず意味が存在します。そのデザインに至った目的やコンテクストがあるわけで、なんでそのように作ったか、自分で作ることでそのストーリーも勝手に生まれるのも面白いんですよね。そんな私のストーリー、ぜひともこれから聞いていただきたいとも思うのです。かくいう私もマインクラフトで建築するぐらいしかやったことはありませんでしたからね。サンドボックスゲームをやりまくってきた経験が DIY に役に立つとも思いたいし、プラモデルとか自作 PC を組み立てられる人ならリアル DIY も楽しめるんじゃないかなと。その点、ディアウォールやラブリコといった DIY 製品は初心者でも簡単にできるってのが売りの商品。それらを使って宿泊してきた素人の記録もこれからご覧いただけるわけで、控えめに言ってもそんなに難しい話ではないと思います。というわけでここからは突っ張り DIY で使うべき DIY 商品 2x4 アジャスターの選び方に始まり、私自身が経験したトラブルとか突っ張り DIY して気づいたことについて、そしてそれらを駆使して実際に私が作ってきた作品も恥ずかしげもなく披露しています。概要欄には目次も作ってありますので、ごちゃごちゃうるせえなってところはすっ飛ばしてお好きなところから見ていっていただけると幸いです。それでは行ってみましょう。はい、それでは 2x4 アジャスターの選び方について。2x4 アジャスターって建築や DIY でよく使われる 2x4 材を用いて柱を設置できる商品のこと。2x4 というのは厚さが2インチ、幅が4インチの木材。この木材を固定できればどこでも柱を作れるし、柱があれば棚は作りたい放題。どこにでも収納棚を作れるという代物が 2x4 アジャスターなのです。
代表的な商品はディアウォールとラブリコ。2008年に発売したディアウォールが先であり、このディアウォールがヒットし始めたのが2016年頃。その頃に平安振動工業のラブリコや脇産業のウォリストといった似たようなコンセプトの商品が続々と登場したのです。で、実際のところこれらの商品は何が違うのかというと、いずれも突っ張って柱を作るってのは同じ。販売価格も1000円前後とどれも大差ありません。ただ、この突っ張り方、固定する方法が微妙に異なるのです。元祖ディアウォールはバネの力で突っ張って固定するバネ式。ラブリコはハンドルを回して突っ張って固定するネジ式ジャッキ。ウォリストはネジを回すことでバネの力を調整するバネ式ジャッキのハイブリッドタイプ。最近ではカインズの DIY ブランド、組目でもラブリコと同じネジ式ジャッキのアジャスターが登場しています。この中で最初にヒットしたのはディアウォールと言いましたが、現在圧倒的なシェアを誇るのはラブリコです。正直できることはほぼ一緒なので、どれでもいいっちゃいいのですが、今から購入するというなら私もやはりラブリコを選びます。その理由について続きます。はい、それでは私がラブリコを選ぶ理由、その1。ディアウォールのバネ式か、ラブリコのジャッキ式か、どちらが設置しやすいかというと、ネジを回して固定するジャッキ式の方が簡単に設置できます。バネ式のディアウォールは上側がバネになっているので、長い柱を持ちつつ、天井側に力を入れながらスライドさせる必要がある。これが難しい。固定強度もバネに依存するので、強度を求めるほどに天井と板の余白もなくなってしまう。突っ張り強度を求めてスペーサーを入れすぎれば設置するのはさらに大変になるのです。ディアウォールの調整用の板、スペーサーも2枚しか入っておらず、ガタつきを見ながらスペーサーを抜き差しして調整するのも大変だし、正直バネ式だとちょうど良い突っ張り強度もわかりません。スライドさせながら固定するので微調整しているうちに天井の壁や床も擦れて傷がつきがち。その点ラブリコはネジ回しで長さ調節できるため、設置するのも楽だし、ネジによるジャッキ固定でしっかりと突っ張れます。強いて言う難点は調整ネジが上部にあるので、踏み台や三脚が必要ってこと。まあこの辺は椅子の上に乗ってやるんでも良いとは思いますけどね。はい。私がラブリコを選ぶ理由2つ目。ラブリコとディアウォールでは必要な木材の長さが異なります。ディアウォールは天井高マイナス 45mm。ウォリストは天井高マイナス 60mm。ラブリコは天井高マイナス 95mm。用意する 2x4 材が一番短くて済むのがラブリコなのです。壁面収納ともなると何本もの柱が必要となるので、この 50mm の差は意外と大きい。板の長さが長くなれば、板の持ち運びも大変になるし、配送量だってこの5センチの差で変わってくるのです。長い板を持って帰る手間だって尋常ではないですからね。あと、ラブリコの場合は多少はネジで調整が効くので 95mm 前後で問題ないのですが、ディアウォールの公式寸法マイナス 45mm はちょっと緩くて不安だと感じました。調整用スペーサー2枚入れてもガクつくので、私はマイナス 40mm で使うようになりました。この辺の寸法は責任を負えませんが、バネ固定ゆえに最適な長さ、突っ張り強度が分かりづらいってのも難点だと思うのです。もちろんネジによるジャッキ固定にもネジが緩むという難点があるのですが、バネ固定もちょっとした振動の積み重ねで時間とともに柱はずれてきますからね。ずりずり動いてしまえばまた天井の壁紙にも傷がつくわけで、この辺のところは一長一短。いずれにせよどちらも定期的に柱の状態は確認した方が良いと思います。はい、私がラブリコを選ぶ理由3つ目。ラブリコはラブリコアジャスターのバリエーションも多く、そのオプション製品も非常に優れています。2x4 アジャスターだけでなく 1x4 アジャスターもあるし、どちらのモデルでも質感が良いアイアンモデルがある。今ではディアウォールと同じバネ式のラブリコアジャスターライトという製品もあるし、耐荷重を強化した強力タイプまでもある。正直どのブランドを使うかっていうよりも、ラブリコの製品ラインナップの中でどれを使うか悩めば良いのです。2x4 アジャスターの商品だけでも5種類もありますからね。特にラブリコのアイアンモデルは見た目が良いってだけでなく、片側が空いているスリムな形状なので、土台部分までネジ固定したり、板で覆うこともできます。アジャスターの中で一つ選べというなら私はこのアイアンモデルを選びます。ラブリコ通常モデルの定価が1496円で、アイアンモデルの定価が1793円。300円ぐらいしか違いはありませんし、実際の市場価格はもっと安いですからね。
また、ラブリコって拡張パーツのバリエーションも圧倒的に多く、その質感も高いです。棚受け、ジョイント、連結パーツ、伸縮ロッド、テレビハンガー、拡張パーツだけでも欲しいと思うアイテムが非常に多いのです。一方、ディアウォールのオプション製品って少なくて、その質もラブリコと比べてしまうと劣ります。ディアウォールの棚受け、これわざわざ使いたいかって言ったらないでしょう。そして、なぜこれほどまでにラブリコが圧倒的になったのか。といえば、ラブリコを生んだ平安振動工業のブランド戦略が素晴らしいです。他社では DIY 商品名にブランド名を変えているところ、平安振動工業では DIY 商品をすべてラブリコブランドで統一しているんですよね。ウィークエンドワークショップってブランドで販売していたスクエアフレームやシェルフフレームもいつの間にかラブリコブランドで統一。シェルフレールや浮かせる家具ブラケット、投げしレールとかどれもラブリコと名の付く商品は非常によく考えられた製品ですからね。ラブリコイコール DIY ってイメージも定着しつつあるし、私もラブリコパーツを活用して家具もいろいろカスタマイズしているわけで、ラブリコさえあれば何でもできてしまうってのも事実。DIY って何ができるかわからないから何を作るのかってのがまず難しいし、それが決まっても何を用意したら良いのか考えるのが大変だから DIY って面倒なんですよね。これ使ってできるのかなって不安。ほんとやってみないとわからない。その点ラブリコではそれらの問題もうまくクリアにしている。ホームページには活用イメージもたくさん用意されており、作り方を記載するだけでなく、必要なパーツまでもラブリコで全部製品化して販売しちゃうという、ラブリコで完結するのもすごいのです。そもそも作例がどれもおしゃれですからね。作りたくなる仕組み、拡散したくなる仕組みもある。商品を売りたいならイメージを売れってやつですね。まさにこれを体現しているのがラブリコなのでした。はい。散々ラブリコを持ち上げたところで、ラブリコであんまり日の目が当たってない商品、ラブリコ丸棒シリーズについても話をしたいと思います。バリエーションが多いラブリコには、1倍材、2倍材以外にも、突っ張り棒を DIY する製品、ラブリコ丸棒アジャスターがあるのです。円柱の木材を突っ張って収納を作る製品、角材ではなく木の棒を使って突っ張る。まさにこれぞ突っ張り棒。ただ正直これはあんまりおすすめできる DIY 商品ではありません。丸棒は角材に比べて強度に劣り、しかも直径 30mm の丸棒はコストでも 2x4 材よりも高かったりもする。棚を作るなら安くて耐荷重が高い 2x4 アジャスターの方が良いし、丸棒はその名の通り丸い棒。平らな面がないのでカスタマイズ性も皆無。これが致命的。せっかくポールを作ったところでアレンジする余地がほぼないのです。結局、ラブリコ丸棒の拡張パーツに頼るしかなく、どう頑張って試行錯誤しても活用イメージの範囲を超えません。DIY キットというより製作キット。選べるのは色味くらいでしょうか。しかも、オプションパーツが高額というのも痛い。値段が高いのに安っぽいプラスチック素材のパーツしかない。結局のところ、このポールに固定できる美しいものがないのです。だったら、すでに大ヒットしてるドロワラインが良いんじゃないかなって。ドロワラインは高額だけど、この質だったら丸棒シリーズの方が高くも感じるのです。丸棒とドロワラインではポール径が異なるので、ドロワラインの棚も使えませんからね。そして、ラブリコ丸棒を使うなら、アイワ金属の木の棒、テンションロッドの方が良い。ラブリコ丸棒は直径 30mm の木の棒を使うのに対し、木の棒は直径 24mm なので、丸棒という木材価格もだいぶ安い、半額以下で済みます。30mm の木の棒は91センチで660円。182センチで1290円。2x4 材よりも高額で下手したら2倍以上の価格となってしまうのです。そのくせ木の棒はラブリコ丸棒より耐荷重が高く、スリムで見た目も良い。耐荷重云々の話はメーカーにより基準も違うので、あんまり当てにならないとしてもポールは細い方が美しいのです。木の棒って太いとどうしても手すりみたいな見た目になっちゃうんですよね。この辺は木の棒のイメージの問題もあると思いますが、ドロワラインも線のように細いから良いのです。手前のごついポールはカメラのオートポール。やっぱりポールは華奢な方が良いと思いませんか？しかも木の棒で使う 24mm の丸棒なら、ドロワラインのアクセサリーも使えるのです。ドロワラインのポールは細い方が 22.2mm、太い方が 25.4mm、木の棒は 24mm なのでちょうどその2つの間。というわけで、柔らかいイメージのある木材に武骨なスチールを組み合わせることも可能。皆さん、インダストリアルデザインって好きだとも思うのです。木の棒のオプションパーツには木に穴を開けるから調整が効かないんだけど、ドロワラインのアクセサリーはネジを回して挟むだけ。後から固定する位置も変更できますからね。
そしてここまで見てきたあなたは、ドロワラインがアクセサリーパーツで成り立っているということにも気づいているはず。美しいのはドロワラインのポールではなく、そのポールに固定するアクセサリーだということ。実はラブリコの伸縮ロッドや平安振動工業の突っ張り棒のマットブラックモデルもドロワラインと同じ艶消しアイアンポールであり、ほぼ同じ質感なんですよね。ポールサイズも実は同じだったりもするので、ドロワラインのアクセサリーが使えたりもするのです。特にラブリコの伸縮ロッドはシンプルで質感も非常に良い。ドロワラインそっくりの見た目で値段は3分の1以下。下手な物干し竿よりデザインが良いし、何より圧倒的に安い。本当コストパフォーマンスが高いんで、私はただのアイアンポールとしても使いまくっているのです。これアイアン素材だから磁石もくっつくからね。なんちゃってドロワラインも出来上がる。ちなみに木の棒を作るアイワ金属は木の棒以外の DIY 製品も多く販売しており、ラブリコでも類似品が多く製品化されています。特に石膏ボード壁対応の DIY 商品はこの2つのメーカーがシェアを占めています。ワイヤーシェルフに対しラブリコシェルフフレーム、インテリアウォールバーに対しラブリコ投げしレール、スタンドバーに対しラブリコ浮かせる家具ブラケット。特にアイワ金属のスタンドバーは近年大ヒットしており、それを追っかけるラブリコ。この辺の嗅覚も平安振動工業は素晴らしいなと。私は石膏ボード壁対応の DIY 商品も両メーカー製品を利用していろいろ作ってるんですけれども、この辺の浮かせる家具とかスタンドバーとか投げしレールとかの違いはまた別の機会でお話しできればと思っています。はい、続いて DIY してきた中で気づいた注意点について。今でこそあんまり考えずにできるようになりましたが、やはり最初はいやそんなん知らんがなってことも多く無茶な DIY もしてきましたので。まず DIY する際に理解しておかないとまずいのが、作る棚の強度、耐荷重という言葉ですね。2xアジャスターの耐荷重は一般的な棚の耐荷重とは考え方が異なるので、商品に記載されている耐荷重もあくまで参考値だと思った方が良いです。耐荷重ってメーカーによって算出基準が異なるってのもありますが、そもそもちゃんと DIY できてこその耐荷重。いきなりちゃんとできるわけもないし、この数値が何を示すのかちゃんと理解もできてない人が多いはず。少なくとも私は未だによくわからない。ディアウォールやラブリコといった 2x4 アジャスターはいずれも突っ張って柱を固定するという商品であり、この柱の強度イコール使う木材の強度となります。どの商品も柱は2倍材を使うので、どの商品を使ったところで柱の耐荷重は変わらないのです。そしてこの柱は真下に重心が来る場合は耐荷重に制限はないと思っていただいて構いません。柱よりも弱いのが床の強度。2x4 が折れるよりも先に床に穴が開いてしまいますからね。じゃあ 2x アジャスターに記載されているこの耐荷重という数値は何を表すのかって言ったら、棚を作った場合に棚が倒れる可能性を示しているのです。どの商品も柱を固定するのは突っ張って固定しているだけ。下方向への力には強いのですが、横方向への力には非常に弱いのです。ですので、2xアジャスターによって強度に違いがあるとすれば、しっかり突っ張れるかどうかの違いですね。倒れないためには垂直に設置するってことも非常に大切なので、設置のしやすさも重要ってことです。ラブリコには耐荷重が20キロと記載されているので勘違いしがちなのですが、この20キロという数値は柱の手前に棚を作る場合の話であり、ラブリコさんの実験値ってだけ。もちろん保証もされていないのです。実際棚を作る場合には棚受けや棚板の強度にもよりますし、それらを取り付ける位置や棚の幅によっても耐荷重は大きく異なるのです。20キロで危うい場合もあるし、40キロで余裕の場合だってあるでしょう。だからこそディアウォールやウォリストには耐荷重が明記されていないのです。使用状況により大きく異なりますっていう記載。これが正解だとも思う。というわけで 2x アジャスターで棚を作れば倒れる可能性があることを理解して、なるべく倒れないように棚を作るべきなのです。じゃあどうやったら倒れない棚が作れるのか、倒れづらくなるのか。壁面に棚を作る場合、後ろ側にも横方向にも倒れませんので、手前に倒れてくるというのが前提。重心が高くなるほどに柱のバランスも崩れやすくなるので、高い位置に棚を作るほど倒れやすくなります。手前に伸びる棚板が広くなればなるほど重心もずれていくので、より倒れやすくなるし、この重心がずれた棚に荷物を乗せれば乗せるほどに簡単に棚も倒れてしまうのです。で、倒れないコツは、まず柱を縦向きに設置すること。縦に設置することで重心がかかる手前側の設置面積が広くなるので倒れづらくなる。あとは重心を下の方に来るように考えること。棚を高い位置に作らないっていうよりは高い位置に重いものを乗せないことですね。
重いものを置きたいならなるべく下の方に置く。柱の下側は突っ張る力だけでなく棚の重さで押し付けられているために動きづらいし、重心が低くなることで柱自体も揺れづらくなります。倒れてくる場合も柱の上側が手前にずれて倒れてきますからね。上側さえしっかり固定しておけば倒れる可能性は限りなく低くもなるのでした。まあデッドスペースって高い位置にできがちなんですよね。頭上にあるデッドスペースを有効活用したいからといって上部だけに棚を作ったり上に本を置きまくるとかもやめた方が良いです。私もデスク上のデッドスペースを活用するため上だけ棚を作って倒れてきたこともありますからね。棚板に強度を求めれば棚自体も重くなって倒れやすくもなるので、そもそもあんまり重いものを乗せない方が良いってのもあります。棚を作るってなるとどうしても本棚を作りたくなるんですが、本って非常に重いです。文庫本や漫画本は1冊 150g から 200g。英語サイズの単行本で1冊 300g から 500g。本を10冊並べるだけで 3kg から 5kg にもなるのです。本って集め出したらキリもないし、情報を得ることが目的でもありますからね。私は本のために収納を増やすことはすでに諦めて、データとして管理する方向で妥協しています。最初から電子書籍で買ったり、読み終わった本は自炊して PDF 化して管理するとかですね。まあやっぱり賃貸で本までコレクションするって無理があるんじゃないかという結論。もちろん私だってできれば本のまま保存したいんですけどね。保管できると思うほどに見ないまま積み上がる本も増えていくのでした。はい、続いての注意点。突っ張り収納は少なからず壁紙や天井を傷つける可能性があります。賃貸でも傷つかないって言ってますけど、私は傷つけまくって今に至っているのです。先ほど柱が折れるよりも先に床に穴が開くと言いましたが、床よりも強度が弱いのが天井や壁。突っ張る力は天井にダイレクトに影響するのです。一般住宅の天井は突っ張ることを想定して作られておらず、床よりも棚よりも弱いのが天井。しっかりと突っ張らなければ倒れてくるとは言いつつ、固定したいがために突っ張りすぎれば天井がダメージを受ける。賃貸住宅の壁や天井って薄っぺらくて耐久性も低いです。突っ張り棒を使って壁が歪んでしまうってのを経験したこともあるんじゃないかな。壁と天井の間に隙間、下手したら穴が開いちゃうんです。天井が歪むような場所では柱もずれやすくなってしまいます。実際ドタバタしてたら棚ごと倒れてきたってことも経験してますので、なるべく天井が硬いところ、元からある柱や梁の近くに設置した方が良い。2倍材の柱はどこでも固定できるわけじゃないのです。設置するならやっぱり壁面ですね。壁にベタ付けじゃないと倒れる方向も増えるし、柱が動く可能性も高まってしまいます。柱が動いたか傾いたかってのも確認ができなくなり、柱位置を修正するのも難しくなってしまうのです。部屋の中央に棚を作るとか、パーテーションを作るとか、ずれても分かりづらいから私ならやりません。また天井は高くなるほどに木材も長くなるので、設置の難易度も上がります。ラブリコは最大275センチの天井まで取り付けられますが、2メートルを超える木材ともなると部屋に運ぶまでも一苦労。板が長くなるほど思わぬところにぶつけがち。設置する際にもちょっと角が当たるだけで床や壁紙も削れちゃいますからね。まあ突っ張り棒だって突っ張ったら壁紙に凹み跡がつきますからね。少なくとも天井に突っ張り跡、床にも日焼け跡がつきますので、全く傷つかないって言ったら嘘なので気をつけてください。ただ勘違いしてはいけないのは、賃貸において壁紙に多少の傷があるぐらいでは、壁紙の修繕費を請求される可能性は低いです。引っ越してきた時から壁に突っ張り跡はありましたし、すでに壁紙が傷ついていることも多いですからね。普通に生活していれば壁紙に多少なりとも傷つくのは仕方ないこと。壁に傷がつくことは普通に生活していればあり得ることとして考えられています。国土交通省が公表している現状回復をめぐるトラブルとガイドラインでも、部屋の傷や汚れのうち、普通に生活していれば当然発生する傷や汚れの補修費用は大家さんが負担するって話。また壁紙の価値は6年で償却されるので、壁紙が汚れているかどうかに限らず6年住めば壁紙は無料で張り替えとなります。まあこの辺のところは以前の動画でも話をしたんですけれども、壁紙にちょっと傷をつけたぐらいでそこまで修繕費用にビビる必要はないと言いたいのです。まあ突っ張り DIY に限って言えば、突っ張りすぎて壁を壊さないようにってことぐらいでしょうかね。多少の隙間や傷なら壁用のパテでも補修できますからね。これ100均でも売ってますし、これ一つ持ってるだけで安心なのでした。はい、続いて気づいたこと。DIY って安く作れるようなイメージがありますが、安いかって言われれば微妙であり、特に収納においてのコストパフォーマンスは低いとも感じています。
突っ張り DIY で必要な 2x4 アジャスターは柱1本あたり1つ必要で約1000円。棚を作るとなると最低でも左右に2個は必要で、この時点で約2000円。2x4 の柱も天井までの高さは約2メートルだとすると、柱1本あたりで約1000円。2本で2000円。棚を作るには棚受けが必要で、これも1段あたり2つセットで約1000円。3段なら3000円。棚板を1枚500円と見積もっても3段で1500円。この辺の具体的な金額は後ほど詳しくも解説しているのですが、どんな棚を作るにせよ、なんだかんだで1万円くらいはかかってしまうのです。突っ張って棚を作る都合、強度には難があるというのは先ほど申し上げた通り、重いものの収納にも向いてないので、収納力という点でも微妙なのです。1万円で棚が作れるなら安いっちゃ安いんですけど、カラーボックスというコスパ最強の棚がありますからね。3段棚が1個あたり約2000円で送料も無料。1万円もあれば5個も買える。安いだけでなく作りも頑丈。床に直接置ける棚なら倒れる可能性も低く重いものも収納できる。低コストで収納を増やしたいならカラーボックスをたくさん買って連結した方が安いのです。大物を収納するなら棚板も大きく棚に奥行きも必要になりますからね。となるとディアウォールやラブリコでは無理があるのです。倉庫や物置といった大規模な収納スペースにも不向きであり、どちらかというと見せるための収納に向いているのが突っ張り DIY。見栄えの良い棚を格安に作れることに魅力があるのです。平安振動工業のエアシェルフといった商品もありますけど、あれ買うならラブリコで作った方が圧倒的に安いですからね。これ柱だけで1本1万円以上しますし、棚も1枚6、7千円。拡張性も低くて磁石もくっつかないアルミ素材なので、思ったよりも微妙でしたってのはあくまで個人の感想です。あと DIY って木材の費用だけでなく、それらを作るための工具も必要になるわけで、初期投資も必要だということもお忘れなく。工具が増えれば工具の保管場所も必要となるし、DIY すればするほどに余った木材や金具の収納スペースも必要となる。これは処分すれば良いって話なのですが、木材で DIY できるって思うようになると、使わなくなった家具までにも価値を見出すようになる。なんか使えそうって取っておいちゃうんですよね。実際私のオフィスも家具のリメイク製品ばかり。デスクの天板は全部ダイニングテーブルの天板であり、テーブル足が棚になったり、ベッドフレームもラダーラックになったり、DIY にハマるほどにリメイクという名の言い訳をするようになり、よくわからない家具も作りがちなのでした。はい、最後の注意点。というよりもアドバイスですね。これから DIY を始めるというのであれば、なるべく手を抜くことを簡単に作ることを心がけた方が良い。なるべくシンプルに考え、なるべく難しいことはやらないでください。簡単に DIY できるから 2x4 アジャスターという DIY 商品を使うわけで、何でもかんでもやろうとしちゃダメ。やるべきことを増やせば必要な材料や工具も増えるし、考えなきゃいけないことも増えてストレスも増えます。わからないまま雰囲気でやればトラブルも招き、思ったようにもいかずやり直しで無駄な出費も増えるのです。集合住宅に住んでいるならなおさら、作業する場所も限られているわけで、複雑にすればするほど引っ越しする時の解体も大変になってしまいますからね。というわけで、まずやらないことを決めて、やるべきことをちゃんとできるようにした方が良い。少なくとも板のカットはお店でやってもらいましょう。家には板をカットするような場所はないし、家の中では丸ノコとか絶対に使っちゃダメ。部屋中木くずまみれになっちゃう。店舗ではカットも無料だし、その方が圧倒的に綺麗にも仕上がります。板の塗装も同じこと。塗装済みの商品は売ってるし、塗装する場所があるのか、そもそも板の塗装が必要なのかってのもよく考えて。塗装剤も臭いし、部屋に充満したら食事もまずくなるとはいえベランダにスペースもないのです。塗装もカットも不要となれば、やることはネジ打ちのみ。まずはうまくネジ止めすることに全集中した方が良い。DIY って板を柱に固定するのが主な作業ですからね。必要な工具もうまくネジ止めをするためのものだけを揃えれば良いのです。DIY で間違いなく用意した方が良いのは電動ドリルドライバー。手動でもネジは回せますけど、DIY はひたすらにネジ回しです。ほとんどがネジ止め作業なので、これを手動でやったら日も暮れるし関節もやられます。あとはネジの下穴を開けるためのビットセット。ネジ打ちする場所や寸法を測るためのメジャーや定規。できれば水平器も欲しいけど、これはスマホアプリでも代用できますからね。で、一番選ぶのが難しいのがネジ。ネジって星の数ほどあり、どれを選ぶのが最適かってのは正直人に言えるほど理解はしてないのですけど、屋内の木材 DIY なら木ネジで用意すれば OK。選べるのであれば、ネジピッチが細いスリムビス。木も割れづらく扱いやすい。
ネジの長さは板を突き抜けないことは前提で、下地に 1.5 センチから2センチくらいは食い込ませたいところ。ネジの太さはネジの長さに比例して太くなるので、私はあんまり意識はしてないです。今回の 2xDIY 商品に限って言えば、棚受けを使って棚を作る場合がほとんどなので、長いネジっていうのはほぼ使いません。木材同士の固定もしないので、半ネジの出番もない。全ネジで OK。なんなら棚受けを買えばネジもついてきたりもするから、ネジを選ぶ必要もなかったりする。100円均一の棚受けだってネジが付属するものが多いですからね。下手にネジを買うより棚受けを買った方が安かったりもするのです。まあネジって最初は何が必要となるかってわからないし、ネジが足らなくなると作業も止まってしまうので、ネジセットを買ってとりあえず一通り持っておいた方が無難かなと。100円均一でもネジセットは売ってますし、世の中の商品はネジで固定されているものばかり。ネジの規格も理解するほどに色々アレンジも効くようになるから、ネジは捨てたらもったいないし、整理しておくに越したこともない。で、ネジをうまく固定するコツは、取り付ける位置にちゃんと印をつけること。面倒でも定規でしっかり計測して、下穴もちゃんと開けた方が良い。左右の柱でネジ位置も揃えておけば、勝手に棚も水平になるからね。ってことで、長さを測るツールも非常に重要であり、直角に線を引くために直角定規もあった方が楽。新潟製機の差し金。これ500円もしないからケチらず買ってほしい。そして下穴の直径はネジの直径の 7,8 割を目安に開けるのですが、中心がずれないように下穴を開けるのが難しい。先端が尖ったドリルビットを使うよりもポンチで跡をつけると簡単です。私は目打ちや千枚同士でぶっ刺して中央に跡をつけたりもしています。手芸用の目打ちは100円均一でも売ってるし、私にはこれも工具。2x材って柔らかいし、合板も木割れしづらいので、細いネジを使うときなら私は下穴も開けないことも多いです。尖った目打ちで印をつけてそのままネジ止めしちゃったり、この辺は各々の判断、自己責任でお願いします。あと DIY ってちょっと作れるようになると何でもかんでも作りたくなるんですけれども、この作れるってことがあだとなることもお忘れなく。繰り返しますが DIY は安くはないです。これわざわざ自分で作る必要があったのか、作ることが目的となっちゃって自己満足で周り見えなくなっちゃうってパターンも多いです。作った後にこんな良い商品あったんだって気づくこともあるし、誰かが作ってるのを見て、いやそれ買った方がいいんじゃねって思うことも多い。誰かさんが作った変な作品、いい意味でも悪い意味でも参考になったりもする。というわけで最後に私が作ってきた作品へ。まだまだ続きます。はい、それでは今回の本題。私が作ってきた突っ張り DIY の数々を披露したいと思います。私が突っ張り DIY をし始めた時は、まだラブリコもボリストも発売される前だったので、ディアウォールを多く使っています。ただ、先ほど申し上げた通り、ラブリコの方が使いやすいと思ってますし、どれでも大差なく作れるというのも正直なところ、各々の好きなものを使ったら良いと思います。また、それぞれの棚を作るにあたり、おおよそのかかった費用もまとめていますが、金額を見積もるにあたった木材の価格は年々値段が上がっています。実際私が購入した時よりも値上がっているものも多かったので、2024年10月時点の市場価格で再計算しているんですけれども、今後また上がる可能性もありますので、あくまで参考までにお願いします。そして参考にした価格は、岡本木材株式会社さんが運営する岡木での販売価格です。楽天でも Amazon でも長く販売されていますし、2x材の質も安定しています。木材も格安でカットも無料。カットした木材に対して送料も調整してくれるのも良心的だと思っています。実際に私も利用しまくってますし、案件でもありません。詳しくは概要欄にも記載しておりますので、よろしければそちらもご確認ください。というわけで、まずは一番簡単な突っ張り DIY から。私が最初にやったのがダイソンの壁掛けです。もともと壁にネジ固定できる商品を 2x材の柱に固定するってだけ。市販のスタンドとは違い、宙に浮かせられるので、下にホコリもたまらないし、設置する高さも調整できる。2x材1本で様々な場所に設置できるのも良いですね。壁掛けすれば取りやすくもなるし、収納すれば勝手に充電されるのも便利。柱1本設置するだけなので、設置の難易度も低く、設置コストも安い。2x4 アジャスターが1個約1000円。2x4 が1本1000円だと見積もっても、約2000円あればできてしまいます。市販のスタンド商品よりも圧倒的に安いし、ほんと簡単に作れますからね。このダイソンの横にあるのは壁掛けホワイトボード。これも2本の柱にホワイトボードをネジで固定しているだけ。ホワイトボードの上側には壁掛け用のスライド金具もついているし、下側の角にもネジ固定の穴があるので、がっちり壁面固定もできるのです。
柱はアジャスター込みで1本約2000円と考えると、左右の柱2本で約4000円。このサイズの壁掛けスチール製ホワイトボードの相場は約1万円なのですけど、我が家はガラスコーティングしたちょっと良いやつを使っています。放浪製ホワイトボードなので16,500円。トータル費用は約2万円といったところでしょうか。正直1、2万も出せばキャスター付きのホワイトボードも買えるのですけど、ホワイトボードのキャスターって足が広がっているので思った以上に場所も取るんですよね。その点壁掛けは足がない分だいぶ小スペースで済む。何よりも見た目が良い。リビングにホワイトボードってあると非常に便利なんですよね。これならリビングに置いても違和感はないかなと。まあ家の中に気にせずネジ止めができる柱があるだけでいろいろ引っ掛けられるようになりますからね。壁掛け固定できる商品も多く、時計やダーツボード、スマートスピーカーを固定してみたり、IoT 機器も壁掛け固定した方が電波も届きやすくなったりもする。柱をもう一本増やせばちょっとした隙間にも棚を作ったりもできますからね。これはラブリコの 1x6 木材用のシェルフフレーム。上が L 型、下が I 型。1x6 の棚板は長いものを1本カットして使っているので約2000円ほど。こちらも柱が2本で約4000円。合計で約12000円といったところですね。はい、続いて作ったのがキッチンのスパイスラック。キッチンの収納が少なく何かと狭いという賃貸あるある。コンロ脇の壁面に有効ボードでスパイスラックを作りました。使ったのは金物製品でおなじみ株式会社光のパンチングボード 90×60 センチぐらいのサイズで1枚約3000円。このパンチングボード幅に合わせてディアウォールで柱を設置。2本で約4000円。1本目の柱は左側のタイルに沿わせて固定することで垂直に。パンチングボードの幅に合わせて右側の柱も設置。パンチングボードが長方形なので柱からはみ出ないように固定することでもう一方の柱も平行となり棚自体も勝手に水平になるはず。柱を設置したら2倍材にパンチングボードを取り付けるのは簡単。上下左右の4箇所をネジで取り付けるだけなのですが、これだと左右の穴が柱で塞がれて使える部分が少なくなってしまうので、パンチングボード用のスペーサーを間に挟んでいます。先ほどと同じく株式会社光さんの商品4個セットで約300円。これでパンチングボードラックは完成なのですが、上のスペースがもったいないのでマグネットボードも追加で増設してみました。使うのはスチールプレートの中でも格安なトタン板。トタンはスチールに亜鉛をメッキしたもの。鉄素材なので磁石もくっつきます。パンチングボードの色と合わせてカラートタンのホワイトをチョイス。このサイズで約2000円。トタン板だけだとペラペラなので裏側にベニヤ板も貼り付けました。ベニヤ板は1枚300円くらい。トタンもベニヤもホワイトボード幅に合わせてカット。カットはカッターご利用しで裁断しました。パンチングボードに高さを揃えるため、先ほどと同じくスペーサーを使って固定。4個で約300円。最後にパンチングボード用の棚を作っていきます。使ったのは有効ボード用のシェルフスルー。1個590円で1段あたり2個必要なので約1200円。3段で3600円。棚板は 1x6 の幅を 140mm から 100mm にカットしてもらい、長さを 450mm にカットしてもらっています。幅が 450mm、奥行きが 100mm という感じ。1.5 メーターほどの 1x6 材を使ったので、棚板の費用は1500円ほど。あとは調味料の高さに合わせて設置して完成です。右側には冷蔵庫があるので、冷蔵庫の扉と干渉しないように設置しています。特に下段は冷蔵庫の引き出し扉があるので、あんまり下の方には物を置かないように気をつけています。以前は調味料ボトルも詰め替えてラベルをつけたりもしていましたが、調味料のボトルってその調味料に最適化されているものも多いのですよね。詰め替えない方がちょうどよく出たり、ボトルが遮光だったりもする。何より詰め替えるのが面倒だし、そのままの方が衛生的。家族がいると調味料もバシバシなくなるから今ではほとんど詰め替えなくなりました。オイルとか詰め替えた方が使いやすいものもあるので、そういうものだけ詰め替えてます。耐熱ガラスはハリオといわきあたりが間違いないかなと。いわきって CM でおなじみ AGC テクノグラス株式会社ですからね。実はこの棚を作ったのって7、8年ぐらい前なんですけれども、この撮影のために一旦外してディアウォールの色味を変更しています。キッチンで使っている都合、柱も汚れてきてましたので、ついでに塗装もしてみました。パンチングボードも壁紙も白なので、この方が一体感あるかなと。はい、というわけで最終的にかかった金額は、柱2本で4000円、パンチングボードが1枚約3000円、カラートタンが約1枚2000円、シェルフスルーが3段6個で約3600円、棚板の 1x6 材が約1500円、細かいものを含めると合計で約1万6000円といったところですね。
その他パンチングボード用のフックとかマグネットは100均のものを多用しています。25mm ピッチのパンチングボード用フックは100均にも売ってましたし、100均で売ってるワイヤーラック用のカゴを力技でねじ曲げることでパンチングボードでも使えるようにしてみたり、私も最初はこれで代用して使っていたのでした。はい、続いてキッチンカウンターにも棚を作りました。キッチン脇にスパイスラックを作ったところで、賃貸にはやっぱり棚が足りないんですよね。キッチンカウンターはリビング側からも見える位置。ということで、使ったのは見栄えの良いラブリコアイアン。強度は必要なく、見た目もスッキリさせたかったので、1x4 のスリムモデルを使いました。定価は1892円ですが、市場価格は1つ1300円から1400円ほど、2つで約2600円。カウンターの高さは65センチほどなので、取り付け寸法はマイナス6.5センチで、必要な板は 58.5 センチが2本。カウンターフレームの色に合わせて柱もブラウンに塗装しました。ラブリコアイアンは上側をネジ固定、下側は両面テープで貼り付けます。柱を固定するにはドライバーを突っ込んで回せば固定完了。ラブリコ付属ネジは微妙に飛び出てるので壁から少しだけ隙間を空ける必要がありました。我が家はマーナの調味料ポットを愛用しているので、この幅に合わせて棚を作成。これスプーン付きで手前側が開く画期的なもの。本だし、コンソメ塩、砂糖で使ってるのですが、我が家は砂糖を大量に消費するので砂糖だけワイドサイズ。4つ並べて若干の緩みを持たせるぐらいで 31.5 センチ。この幅の板を3本用意して3段ラックを作っていきます。ラブリコの棚受けは2つで1000円、3段だと約3000円なんですけれども、ラブリコの棚受けだと金具の角が調味料ポットに引っかかるので、2x4 材用の L 字金具を使いました。こっちの方がシンデレラフィット。L 字金具は棚受けほどの強度はありませんが、そんなに重いものは乗せませんからね。1個150円くらいなので2個で約300円。私はわざわざ塗装して使いましたが、これは L 字金具も塗装材も家に余っていたからってだけの話。2x4 材用の黒塗装 L 字金具も1個200円くらいで売ってますので、普通に塗装済みのものを使ったら良いと思います。棚板を固定するために、まず上下に横板を挟んで、左右の柱を垂直かつ平行にする。あとは下から棚板を固定すれば完成です。下段に調味料ポットを置き、上に茶葉とかコーヒー豆を置いてカフェ棚っぽく仕上げてみました。ラブリコアイアンが2つで2600円。棚柱の 1x4 は 2440mm の板をカットして使って約1000円ほど。下2段の L 字金具が1個200円で4箇所800円。ラブリコの棚受けが1段約1000円。塗料ペンキが約1000円だったので、合計で約6500円ほどですね。強いて言えば、マーナの調味料入れが高い。小さいのが1個1230円。ワイドが1個1610円。4つ合計で約5500円もするのです。ただこれは食べ物が好きな私にとって非常に価値ある商品。スプーンが埋もれないし、小さじ1杯もすり切れるし、しっかりと密閉されるので、砂糖も固まらずサラサラ。何より手前側がパカッと開くという画期的なやつ。とにかく使いやすいので、よく使う人ほどおすすめしたいのでした。はい、続いてオフィスのキッチンカウンター。オフィスにはキッチンがいらないということで、こちらはカウンターを塞ぐ棚を作りました。弊社のオフィスは一般的な居住用の賃貸マンション。仕事場で料理はしないし、カウンターからキッチンも丸見えでいまいちだったし、塞ぐことでスタンディングデスクの高さに合わせて使えるデスク棚になるという算段です。使うのは先ほどと同じくラブリコの 1x4 アジャスターアイアン。塗装済みの木材の方が安いんじゃないかって思ったんで、今回は塗装済みの 1x 材を購入しました。無塗装の 1x 材 1x4 は 2440mm で980円。3660mm で1680円。一方、塗装済みの1x材は 2440mm で1420円。3660mm で2190円でした。実際のところ私がお世話になっている岡木さんでは、プラス500円ほどで塗装済みが買えてしまったので、正直手間を考えたら断然こっちの方が良いですね。カウンター高さは先ほどと同じ65センチなので、柱に必要な板は 58.5 センチが2本。カウンター幅に合わせた棚板はカウンター幅から左右の棚柱の厚みを引いた長さの板となり、1200mm が3本。全部で5メーターくらいの板が必要だったんで、3660mm と 2440mm の2つを購入してカットしてもらいました。板の価格だけだと1420円と2190円の合計3610円ですね。今回は3段ラックにする予定なので、棚板を固定するための棚受け、シェルフサポートアイアンが3つ、3個で約3000円。先
先ほどと同じように左右に棚柱を設置して、これまた同じように棚受けを設置する。棚柱は棚受けをつけてから固定すると水平取りも楽です。柱の下から測って左右同じ位置に棚受けを取り付けておけば、棚も勝手に水平になるはずです。あとは棚板を乗っけて、板を下からネジ固定するだけで完成です。横板が長いので、あんまり重いものは乗せられないかなって思ってましたが、設置から5年以上経過した今でも棚板に歪みはないですね。当初は向こう側が見える状態で使っていたのですが、やっぱりキッチンが透ける見た目が微妙だったし、向こう側に物が落ちたりして使い勝手も微妙だったので、最終的にホワイトボードで埋めてしまいました。ホワイトボードはもともとキャスタータイプのものだったのを、足を外して立てかけて置いているだけです。壁と左右の突っ張りポールで挟んで固定するという仕組み。最初は突っ張り棒だったんですけれども、余っていたディアウォールに交換。こっちの方が見た目も良いし、カスタマイズもできるというわけで、これまた余っていた丸棒パーツでポールを固定。意味不明な引っ掛け棒の出来上がり。上がラブリコ丸棒用の棚受け。4個入りで1200円で2つ使っています。下が木の棒シェルフブラケット。2個で約600円。どちらも本来は棚を固定するやつなんだけど、逆にポールを固定してみた次第です。実はこれ柱に使う2倍材の長さが足りなかったんで、ディアウォールのスペーサーを使って無理やり延長しているのはここだけの話。真似しないように。反対側でホワイトボードを支えるディアウォールも棚として活用しています。1x6 用のラブリコシェルフフレームを固定してデスクラックとして使っています。棚板は53センチの 1x6 が4枚。合計2メーターほどで2000円ほど。下段は余っていたスピーカースタンドに板を2枚乗っけて棚みたいにしているだけ。ディアウォールの柱2本で約3000円。シェルフフレームが2本で約3000円。棚板が約2000円。合計8000円ほどで作った棚となります。キッチンカウンターを完全に塞ぐことにより、ラブリコで作った棚は反対側のキッチンで棚として使えるようになっています。もともとはキッチンですけど、今となっては完全に倉庫ですね。今では棚板も3段から2段に減らして DIY でよく使うネジを陳列。100円均一のケースでネジ規格とサイズを分類して管理しています。で、最終的に発生した費用をまとめると、カウンター棚が約9000円。左側のディアウォール柱が約8000円。右側のディアウォール柱と意味不明なポールが約2500円。ホワイトボードの金額は含めずだいたい2万円といった感じです。ちなみに仕事場にホワイトボードって憧れがちなんですけれども、思ったよりも使いづらいので気をつけて。ホワイトボードって消耗品。使えば使うほどに消えづらくもなるし、繰り返し消せば消すほど周辺にはマーカーのカスも見事なまでに落ちていくのです。気づいた頃には床や壁、至るところが黒ずんでいるという。結局私はデスクでは使わなくなりました。そもそもホワイトボードって誰かと情報を共有するために使うもの。一人で完結するのであれば紙の方が便利に使えるのですよね。紙の方が書きやすいし汚れないし消えないし移動もできる。繰り返し使えると言ってもマーカーのコスパは悪いですからね。結局私は不要となったコピー用紙の裏側に書きまくり、それをホワイトボードで貼り付けるという方法で落ち着いています。マグネットさえくっつけば収納場所としても使える。結局のところスチールボードが最強なのでした。はい、続いて作ったものは玄関のシューズラックです。賃貸で困るのが狭い玄関と狭い靴箱。そして玄関脇にあるよくわからない無駄スペース。というわけでここにラブリコでシューズラックを作りました。玄関ということで見た目が重要。こちらもラブリコのアイアンモデルで統一。2x4 アジャスターが1個1300円なので2個で約2600円。7段ラックを作る予定なので、ラブリコのシェルフサポートが7個。1セット1000円なので7セットで約7000円。棚板は27センチの靴を置くことを想定して、奥行き28センチの1倍材 1x12 を使用。玄関の幅に合わせて長さを69センチにカットしたものを7枚用意。1倍材 2440mm の3880円を2本と 910mm の1780円が1本、合計で9540円。今回は棚板を斜めに固定するので靴が落ちないように手前側に板も用意。ホワイトウッドの小割り材 910mm を7本用意。1本210円で合計で1470円。棚板の幅と同じく69センチにカットしてもらいました。玄関のドアと棚の色に合わせて棚板も塗装。使ったのは以前キッチン棚の塗装で使って余っていたペンキ。二度塗りして濃いめのヴィンテージ風へ。塗装面が多く大変でした。これだけで丸々2日かかってます。左右の棚柱は余っていた2倍材を連結パーツで再利用。アイアンのジョイントは1個700円、2個で1400円。正直2倍材を新しく2本用意するのと大差ないと思っちゃったけど見た目は悪くないです。
棚板は斜めにするので、靴止め用の板をボンドで固定。ボンドが乾燥するのを待つため、これまた1日待機。その間、棚板用の棚受け、シェルフサポートを柱に斜めに取り付けていきます。靴棚の角度と間隔には悩みましたが、角度45度で棚の間隔はハイカットスニーカーを置けるくらいの高さで設置しました。斜めなので等間隔にするのもちょっと大変でした。棚受けを棚柱に固定したら、設置場所に棚柱をクランプ固定。棚板の幅に合わせて両サイドの柱を微調整して、位置が定まったら L 字の六角レンチでぐりぐり回してしっかり固定していく。棚板をはみ出るような大きめな靴も入るように、棚の後ろ側にも少しスペースを空けています。柱を固定したら上の段から棚板をネジで固定していく。上下で棚板位置が揃うようにやるのですけれども、板が斜めだし、ネジ止めは下からだし、作業位置も高いし、これも地味に大変でした。はい、最後にスニーカーを置いてみるとこんな感じ。私の27センチのハイカットのスニーカーもぴったり。棚幅は玄関幅に合わせただけなんですけれども、ちょうど3足ぴったりに収納できてよかったです。玄関のシューズラックを作るにあたってかかった費用は、アジャスター2個で約2600円、棚受け7個で約7000円、棚板の1倍材、1x12 が7枚で約9500円、ホワイトウッドの小割り材が7本で約1500円、ラブリコアイアンのジョイントは2個で約1500円、余っていた1000円のペンキの費用を含めても約 2.4 万円といったところです。スニーカーの重量は軽いので、ラブリコ棚受けではなく、2倍材用の L 字金具にすればもっと安く済ませられたかなと。1個200円だと考えても14箇所で3000円と半額以下。頑張ればトータル2万円くらいで作れたんじゃないかなとも思っています。はい、続いて作ったのが廊下の天井の突っ張り棚。ラブリコの 1x4 アジャスターは横向き設置が可能で、横向き設置用にだけアジャスターサポートという商品もあります。1x4 アジャスターの横向き設置の耐荷重は 1kg までですが、この商品を使うことで約 10kg に向上するとのこと。1x4 アジャスターサポートは2個入りで定価594円。市場価格では約400円ほどでした。1x4 アジャスターサポートをホチキス止めで固定し、その上にラブリコを設置するという仕組み。我が家の場合は片側はドア枠に乗せ、ドア枠の反対側のみアジャスターサポートを使用するという使い方。1個に2つ入っているので、実際使っているのは 1.5 個。2個と見積もって約800円ですね。3個並べて棚のようにして使っています。1x4 アジャスターは定価1496円。市場価格では約1100円。3つで3300円。廊下幅は86センチなので、必要な棚柱はマイナス5センチの81センチが3本。1倍材、1x4 の 3660mm は1680円。合計費用は6000円ほどで完成となりました。この棚は頭上の位置にあるので、3個水平に設置するのが地味に大変でした。さすがに墨出し機を使わないと厳しかったです。隣には 2x4 アジャスターでも柱を固定してますけど、これは非公式の使い方。まあ、片方はドア枠に固定してるし、片方は縦向き設置してるので、よっぽどのことがない限りは落ちてこないとは思ってるけど、良い子は真似しないでください。こちらにはフック固定もすることが多いので、横向きに木の棒も固定。木の棒テンションロッドは定価1235円で、市場価格は1100円ほど。取り付け幅マイナス16センチの丸棒が必要なので、必要な長さは廊下幅86センチマイナス16センチの70センチ。直径24ミリの木の棒は910ミリで320円。この廊下幅なら1500円ほどで突っ張り棒が作れました。まあ正直ラブリコで棚柱を3本使ってまで棚を作るかって言われれば微妙ですよね。6000円のコストもかかってますし、これなら突っ張り棚の方がコストパフォーマンスも高い。平安振動工業の伸縮突っ張り棚の強力モデルは定価2497円。市場価格1500円ほどで幅も73センチから112センチに調整もできて、耐荷重も30キロから50キロまで対応。マットブラックはホワイトと違い質感も良いので、見える場所で使っても悪くはないんじゃないかなと。我が家でもこれは大量に使ってますからね。はい、続いて和室にある意味不明のスペース。床の間らしき何もできない絶妙な空間に棚を作りました。ここまで来るともうあんまり説明は入れないでしょうけど、2x4 材の棚柱とディアウォールが2本で約4000円ほど。棚受けはディアウォール専用の商品を使いました。2個1セット500円であり、ラブリコに比べたら良心的なんだけど、見た目はいまいちで耐荷重も 5kg までと、ラブリコシェルフサポート 30kg の6分の1の耐荷重しかありません。まあ、あえて買う必要はないと思いますが、余ってるんで恐縮です。棚板は何も考えなしに購入した 2x10 の板。長さ 1830mm の3240円を3等分したので、棚幅は約610センチ。
正直、勢い余って作ってなんとも微妙な棚となってしまったので、壁掛け用のアームを使ってディスプレイも固定してみました。サンワダイレクトのモニターアーム、壁取り付けタイプを使っているのですが、現在はおそらく廃盤。似たような商品は今でも5000円くらいで手に入るかと思います。取り付けたのは左側の柱。付属の極太ボルトで固定。安い上に軟弱なんだけど、小スペースで済むのは良いですね。これまた余っていた27インチの液晶ディスプレイを取り付けて、最後に Fire TV スティックや Chromecast といったストリーミングデバイスを挿せば動画専用ディスプレイの完成です。ディスプレイ背面に置いた間接照明でそれっぽさも演出。フィリップヒューを使っているので朝晩は自動で点灯する仕組みです。棚自体の費用は約9000円ほど、アームを入れると約14000円。棚板に極厚な 2x10 を使っているので無駄に高額になっちゃってます。はい、続いて大型液晶ディスプレイの壁掛けモニターラックを作りました。ディアウォールの柱に壁面用のモニターアームを柱にネジ止めするという方法。利用したのはエルゴトロンの OEM 製品、Amazon Basic のモニターアーム。ロゴは違えど中身は一緒。LX エルゴトロンアームと互換性もある商品です。最初はディアウォール1本だけでアーム固定していたんですけれども、ディスプレイを動かす力で固定している柱も一緒に動いてしまうという、突っ張るだけの柱は横方向への力には弱いというのは先ほど申し上げた通り、このままではものすごい危険な状態だったので、左側にも棚を作り、ディスプレイを動かしても柱が動かないようにしました。この棚にも2x材用の N 字金具を使用。1個150円の安いやつを6箇所使って3段の棚を作っています。これにより大型の液晶ディスプレイを取り付けても柱は動かなくなりました。棚の右側にスペースが空いていたので、こちらにも棚柱を設置して余っていた棚受けと棚板で、あとは適当に棚を作って完成です。こちらもストリーミングデバイスとスピーカーを設置して、音楽鑑賞や動画鑑賞ができるスペースへ。左側のスピーカーはモニターアームを無理やりスピーカースタンドにして固定してます。これ使ってるディスプレイは50インチの液晶ディスプレイ。デスクでは大きすぎて使い物にならなかったものを流用しています。LX エルゴトロンアームの耐荷重は 11.3kg までいけるので、43インチとか50インチのディスプレイも一応固定はできるんですよね。大画面の液晶テレビとかも固定できるっちゃできる。これはソニーの40インチだったかな。ただ、大型ディスプレイを壁面固定するなら、この後で紹介するテレビ用の壁掛け金具を使った方が良いです。モニターは大型になればなるほど重心は不安定になるから、アーム1本では危険だし、そもそも大型テレビは基本的に動かしません。しかも、テレビ用アームを使った方が価格も圧倒的に安いですからね。というわけで、トータルでかかった費用は柱5本で約1万円。左側の棚は L 字金具を使っているので、棚受けは格安。1個150円が6個で約1000円くらい。棚板は柱の2x材の端材を使っているので、追加コストはゼロ。右側の棚は1つ200円と1つ500円の棚受けを使っているので、棚3つ分の棚受けで約2500円。こちらの棚板も端材を乗っけただけなので、追加コストはゼロ。棚だけなら実質1万2000円くらいですね。ディスプレイもモニターアームもストリーミングデバイスも余り物を使ったので0円って言いたいんですけれども、モニターアームだけでも1本1万5000円以上はするし、大型ディスプレイも5、6万円くらいはするはず。正直この棚は柱だけ寸法を測って、あとは勢いでやってしまったので、余り物棚の一つの例としてご容赦いただければ幸いです。はい、続いてリビングの65インチテレビも壁掛けにしてみました。インターネットで65インチテレビを買ったんですけれども、届いてみたら65インチが思ったよりもでかくて、本来テレビを置くであろう場所にテレビが入らないという賃貸あるある。というわけで、急遽ディアウォールでテレビラックを作成した次第です。テレビが入らないならテレビの後ろ側にテレビラックを作って、その棚にテレビを壁掛けしてしまおうという作戦。テレビ裏の棚がイメージしづらかったので、棚は後から調整できるように棚柱、ガチャレールを使いました。私が使ったのは株式会社ロイヤルさんのチャンネルサポートです。棚受け用のブラケットもネジも全部ロイヤル製品で揃えて購入しました。1500mm のチャンネルサポートを3本購入。1本2000円くらいなので3本購入で約6000円。専用のブラケットが左右セットで1つ1000円。5セット購入したので約5000円。ついでに専用のネジも購入。50個入りで約600円。すべてブラックカラーで統一しました。ガチャレールはロイヤルかランプ印のスガツネあたりがメジャーかと思うのですが、ラブリコにも専用の棚柱、シェルフレールという製品も登場していますし、別に脇産業のピラシェルでも良いと思います。ただ、ラブリコのシェルフレールは120センチまでしかサイズがないし、120センチで1本約1800円とちょっと割高。専用の棚受けも微妙に高いです。
しかも、シェルフレールとロイヤルの棚受けってピッチ幅は一緒で、実は互換性もあったりもする。これはラブリコのシェルフレールにロイヤルの棚受けを使ってますけど、全く問題ないですからね。だったら安い方がいいかなって。ガチャレールってそこそこ値段は張りますが、棚を複数作るならガチャレールは圧倒的に楽。レールの高ささえ揃えれば、すべての棚は水平になり、勝手に平行にもなるのです。棚を増やすのも簡単。棚板に専用ブラケットをつけるだけ。耐荷重も高く、1箇所あたり15キロから30キログラムが安全目安荷重となっています。ロイヤルの場合ね。強いて難しい点があるとすれば、棚板にブラケットを固定する位置。左右のブラケット位置がずれたら入らないし、奥側にも少しゆとりがないと棚の抜き差しもしづらくなります。というわけで、柱を設置して棚を取り付けたら、棚の抜き差しチェックもしてみる。水平確認もしてみましたが、問題ありません。棚板の確認ができたら、続いてテレビアームをどこにつけるか考える。使うテレビアームは PC 周辺機器メーカーの三和ダイレクト。私が購入したのは52インチまでのモデルですが、耐荷重は50キロまで対応していたので、65インチの20キログラムでも余裕だと判断しました。もちろん責任を負えませんし、今では80インチまで対応したモデルもありますので、こっちの方が無難かなと。52インチまで対応したモデルが8980円で、80インチまで対応したモデルが 13,800 円となっています。この手のテレビアームって基本的にベースマウント固定なので、大型の液晶ディスプレイとかにも使えそうですね。アームの形状は横長であり、固定するには横方向に上下2本の土台が必要です。というわけで、柱に棚を2本作る必要があるのですけど、テレビの固定位置がいまいち把握できないので、まずテレビ側にアーム固定用のブラケットを取り付けて判断することにしました。テレビにある 300×300mm のネジ穴にアームに付属していたネジとクッションでブラケット固定。ブラケット側にはネジ穴が何個か開いているので、後からでも多少の高さは調整が効く仕組み。土台アームには上下4箇所の爪を引っ掛けて固定するので、爪の位置から土台アームに適した位置を推測する。テレビ下のスペースとテレビ左右の空きスペースを考えながら、テレビ中央が来る位置を推測して、アーム固定する場所、高さを決定しました。まあアームなので多少の融通は効くんですけどね。位置を決めたら上下2本の 2x4 を固定する。必要なのは 2x4 用の L 字金具。1個150円のやつですね。4個使用してます。壁掛けアームの土台幅は約46センチだったので、2x4 の長さは50センチ以上必要。私は設置場所が右側に来る関係で、ちょっと長めの60センチにしています。1本目に上側の取り付けをしたら、テレビアームの下側と合う位置にもう1本の 2x4 も設置。土台が完成したらアームを固定する。壁掛けアームのネジは 8mm 幅と超極太なので、電動ドリルとドリルビットを使って直径 6mm くらい、深さ 30mm 以上の下穴を開ける。下穴を開けたら付属のボックスレンチでネジを回して固定しました。これ重いアームを固定しながらボックスレンチを回さなきゃいけないので、一人だと結構大変です。アームに65インチテレビを固定してみるとこんな感じ。問題なさそうだったんで、続いて上部の棚にサウンドバーも壁掛け固定していきます。固定といってもサウンドバー付属の壁掛けパーツで引っ掛けるだけ。左右2箇所にネジをつけるだけで簡単に固定もできました。ここまで来たら、あとはテレビを設置するだけなんですけれども、テレビを設置する前にテレビ裏に配線やテレビアイテムを並べておく。中央に延長コード2本引っ張って中心に全部電源を集める作戦。配線はテレビに隠れて見えませんから適当でも良いんじゃないかな。テレビは左右のアームで手前に伸びたり横方向へ位置を微調整できる仕組み。テレビをアームで動かせばテレビ裏の配線はしやすくなるし、テレビ自体が配線隠しパネルにもなるわけですね。はい。というわけで、テレビラックの作成にかかった費用は、棚だけで約28,000円。テレビ用アームを含めると約37,000円といったところ、最終的には棚板も薄型に変更したり、背面に間接照明を追加したり、今ではサウンドバーもアレクサホームシアターに変更しちゃってます。エコーは三脚穴で吊り下げられるのも便利だし、エコーをアレクサって使うだけではもったいないですよって話は、以前の動画でも詳しく解説しているので、よろしければそちらもご覧ください。はい、続いて壁面にパソコンラックを固定してみました。テレビやディスプレイを壁面固定して気づいたのが、デスクの上にパソコンを置く必要がないってこと。ということで、ディスプレイだけでなく、パソコンやパソコン周辺機器もすべてデュアウォールで固定してみました。まず、棚は可動式にしたいので、先ほどのガチャレールを柱に固定。ただ、ガチャレールを取り付けると、モニターアームを固定する場所がなくなってしまうので、柱の補強を兼ねて2つの柱の間に2倍材を這わせました。もう何度も使っている格安な L 字金具。今回は4箇所使っているので、約
約600円ほど。とりあえずベースの柱が完成。念のため水平確認もしています。この這わせた2枚の板の左右に壁掛けタイプのエルゴトロンモニターアームを固定し、壁面デュアルディスプレイにしていきます。パソコンに使うのは Mac mini。スタンドバーで壁面固定した木材にモニターアームを取り付けて浮かせています。こちらのアームは先ほど登場した3話ダイレクトの安いやつを使ってますが、正直ベサ固定できるなら何でも良いです。Mac mini 用のベサマウントアダプタで固定しているだけですからね。ディスプレイの位置が決まったら上下に配線棚を設置していきます。下の棚はデスクと干渉せず、ちょっと配線が置けるくらいの高さ位置に調整。柱の左右にはクリップライトをねじ固定し、ディスプレイで隠れる間接照明を作る。電球はもちろんフィリップヒュー。ディスプレイ上と棚の間に微妙に空いたスペースがあったので、左側にラブリコスクエアで棚を作成し、その隣には棚から入るように棒も設置しました。この棒は直径 30mm の丸棒。ラブリコ丸棒シリーズの棚受けを使って棚板にねじ固定しています。この棒を何に使うのかといえば 12.9 インチの iPad を固定するための棒。モフトのタブレットスタンド用マグシールでマグセーフ化し、カメラ用クランプにマグセーフ用ホルダーを固定して磁力で貼り付けています。iPad は無線で Mac の外部ディスプレイとして使えるし、iPad のままユニバーサルコントロールで直接操作もできますからね。デスクの上には無線の入力デバイスのみ、マウスもキーボードもワイヤレス接続なので、デスクの上の配線は一切ありません。デスクの足にもキャスターを取り付けているので、完全に分離することも可能。デスクだけでなく引き出しもサイドワゴンもサイドテーブルもすべてキャスター対応することで作業環境を簡単に変更できるようにもしています。このデスクも元々は和室用の座卓だったんですよね。ローテーブルの短い足をデスク用のアイアンレッグに交換し、その足についていたアジャスターをキャスターに変更したわけです。テーブル足についているアジャスター、レベリングボルトのネジ穴は M8 サイズが多いので、M8 のキャスターは何かと使えます。このサイドテーブルも余っていた 1x10 の端材にアイアンテーブル用の足を固定して M8 キャスターに交換しただけ。フレキシスポットのデスク足も M8 キャスターですからね。はい、というわけで、ここまでこの棚にかかった費用をまとめると、合計約7万円ほどですが、このうちアーム代が約5万円と大半を占めます。正直、どこまで含めて計算するかは微妙なのですが、ディスプレイやパソコン、デスクの価格は含めず、アームの費用も除いた純粋な棚の作成費用であれば、約2万2000円といったところ、アームも格安な壁掛けアームを使えばもっと安くもできるはず。また iPad をポール固定するには iPad をマグセーフ化するための費用やポール用クランプの費用も必要です。iPad のマグセーフ化ってリング型のプレートを使う人が多いと思うんですけれども、磁力が強力になるほど粘着力に負けて剥がれちゃうし、貼り付けられる範囲が広い方が強力にくっついてより柔軟に対応できるという理由で私はマグシールを使うようになりました。私は Mac mini でもモフトのマグシールを使っています。私はスーパークランプでマンフロットを使ってますが、トキスターやニューワーの類似品でも良いと思います。正直何が違うのかと言われてもわからないくらいの品質です。ちなみにこのデスクの右側には電話機や Wi-Fi ルーター周りの配線棚もディアウォールで作成していたんですけれども、今ではこのディアウォール棚は撤去して石膏ボード用ピンで固定するラブリコのシェルフフレームに変更しています。デスクとルーター周りは電子機器も多く配線難易度が非常に高いんですよね。実は私も何度もレイアウト変更して今に至ります。配線のコツは電源を取ってくる場所をしっかり考えること、そしてなるべく束ねず隠さないこと、これにつきます。デスクから配線をなくしたのも試行錯誤した結果、具体的な配線方法についてはこれまた以前の動画で詳しく解説してますので、お暇があればぜひそちらもチェックしてみてください。はい、続いてデスクトップパソコンも壁面収納してみました。突っ張り DIY で作る棚は重いものを乗せられないのがデメリット。だったら重量のあるデスクトップパソコンは床置きの棚に収納して、その隙間をディアウォール棚で埋め尽くせば良いんじゃないかなって、床置きラックと突っ張りラックのハイブリッドラックを作ってみようと考えたわけですね。元々の PC ラックはこんな感じ。床に置いていたパソコンラックを壁側に移動し、ディスプレイは壁面に固定するという作戦です。この PC ラックとして使っている棚は、ローヤのオープンシェルフ 11,990 円。もともとは4段ラックだったんですけれども、上下の向きをひっくり返して、棚板を1枚抜くことででかい PC も置けるようにしています。デスクの上にデスクトップパソコンは置きたくないんだけど、デスクから見える高さには置きたいというわがままな私。デスクトップ PC に最適化されたパソコンラックってのもなかなかないですからね。抜いた棚は下段に移動して、これも平台車に乗せてるだけ。
反転したパソコンラックは倒れてこないように背面のディアウォールに棚受けで固定。棚の間を埋めるための棚を作るだけでなく、棚が倒れないようにするための突っ張り棒としてディアウォールを使っているのです。さらに柱が倒れてくるリスクも横向きの突っ張り棒で支えるという仕組み。棚もディアウォールも上から倒れてくるのは同じ。縦横に突っ張ることで倒れる可能性も限りなく低くできるんじゃないかなと思っています。二つのディアウォールの柱の間には、ラブリコのアイアン伸縮ロッドを取り付け、ここにドロワラインの棚を引っ掛けサテライトルーターを置いています。この棚と柱には折り目ナットでネジ穴も開けまくり。折り目ナットが使えれば木材に何でもネジ固定できるようになりますからね。ネジをフック代わりに使ったり、4分の1インチネジ穴で三脚を固定してみたり、解体したコントローラースタンドをネジ固定してみたり、いろいろ試すための実験木材としても活用したりもしている。棚受けも折り目ナットで固定してみたり、例えば、このコントローラー収納ラックのネジは M5 サイズ。同じネジサイズの折り目ナットを天板に固定することで、宙に浮くという仕組み。ネジはナットに固定すると理解していれば、どこにでも浮かせられるというわけ。デスク裏とか、アイアンプレートとか、ちょっとした隙間や穴さえあれば、ネジとナットで固定できるからね。こちらの PC ラックは先ほどの Mac 用デスクと同じように、デスク裏側に来るので、デスクにはキャスターも取り付け、デスクを移動できるようにもしています。撮影デスクとしても使える昇降デスク。フレキシスポットのスタンディングデスクですね。キャスターはフレキシスポットの純正キャスターではなく、格安なトラスコ中山のエラストマーキャスターを使っています。ゴムっぽい弾力のあるエラストマーキャスターは、硬いナイロンキャスターに比べて床も傷つきづらくなり、キャスター音も抑えられて一石二鳥。重いデスクもぬるぬる動いて気持ちいい。集合住宅に長く住んでいる私は、もともとキャスターがついている家具もエラストマーキャスターに交換しまくっています。M8 サイズのキャスターは1個400円から500円。4箇所で約2000円ほど。デスク下の手前側にはフレキシスポットのキーボードトレイも設置。背面側には3個のモニターアームと、ラブリコ丸棒の棚受けパーツを組み合わせて棚も作成。棚板と丸棒は余っていたものを活用し、デスクフレームに合わせてブラック塗装。一つの棚板はデスク天板に合わせてリメイクシートでコンクリ調に変えています。デスク天板ももともとは安っぽいリビングテーブルの天板。ボロボロになりつつもあったのでリメイクシートで蘇らせています。このデスクはバッテリーを積むことでデスクへの配線が不要で昇降できる仕組みです。せっかくのキャスターデスクも配線が出てたら使いづらいですからね。デスク脇にアイアンポールを固定することでデスクを動かしやすくし、デスク脇に物を引っ掛けられるようにもしています。これはデスク幅と同じ L 字金具をデスクにネジ固定して、ラブリコの伸縮アイアンポールをネジとナットで固定しています。デスク足には三脚テーブルを固定してサイドテーブルも増設。マグセーフの土台にスモールリグのポールと雲台を固定。天板は適当な板に4分の1インチのねじ込みインサートナットを取り付けただけ。こちらもリメイクシートで統一感を出しています。私は木材用のインサートナットを使いましたが、8番ネジの板付きナットでも同じように作れますからね。4分の1インチだけでなく、8分の3インチの板付きナットもある。これを板に固定するだけで簡単に三脚テーブルもできるから、余った三脚の活用方法としてもおすすめです。で、かかった費用をまとめたいところですが、正直こちらの背面ラックもデスクも金額を計算するのは難しいです。いずれも余り物に余り物を継ぎ足してできたもの。試行錯誤しているうちにこんな形になっちゃったっていうものですからね。それでも無理やり算出しろとおっしゃるなら、背面ラックが約4万円、撮影用の電動昇降デスクが約6万円といったところでしょうか。そして最終的に背面ラックにはパソコンディスプレイだけでなく NAS サーバーや Wi-Fi ルーター、アンプやスピーカー、カメラや照明器具も設置しているのでもうぐちゃぐちゃ。具体的なガジェットについて話し始めるとまた長くなってしまうので割愛しますが、PC 作業も撮影もエンタメもすべてこちらで完結できるようにしているのでした。はい、続いて木の棒で作ったドロワライン風の突っ張りラックです。ドロワラインって買うと高いから自作できないかなって思って作ったやつですね。中央がドロワライン、左と右側が木の棒。木の棒テンションロッドは市場価格で1100円ほど。窓際の天井高が183センチであり、取り付け幅マイナス16センチなので、必要な丸棒の長さは天井高183センチマイナス16センチの167センチ。丸棒を白く塗装することで、一見するとドロワラインのポールっぽい感じにしています。アクリル塗料のミルクペイントを普通に塗ったらなんか安っぽくなっちゃったんで、スポンジで叩きながら二度塗りしました。アイアンペイントで学んだテクニック。叩くことでちょっとゴツゴツした見た目になるのです。24mm の木の棒は182センチで620円。塗料が約1000円と考えても合計3000円ほどで作れました。
同じくらいの長さのドロワライン、テンションロット B が6270円なので、木の棒なら半額以下で作れるイメージ。木の棒のトレイは1個1000円、丸い棚を3つ作っても約3000円。スタンダーズプロダクツで見つけた真鍮風のトレイを乗せて、よりドロワラインっぽくしています。トレイは1個300円だったかな。ドロワラインだとシューズラック1つで約3000円ですからね。ラック3つで約9000円。棚まで考えるとより差額は広がりますね。そしてドロワラインのパイプ径は太い方が 25.4 ミリ、細い方が 22.2 ミリ。24ミリの木の棒ならドロワラインのオプションパーツも使えるというのは先ほど申し上げた通り。これはこれで見た目も良いと感じたので、最終的には木の棒とドロワラインのアクセサリーパーツを組み合わせてよくわからない棚が3つ仕上がっています。ドロワラインのシューズラックにも 1x6 の端材を乗っけて、木のトレイ風にアレンジ。ドロワラインで木のトレイを買うと1個6270円ですからね。フックも1つ2860円と高額なので、私は100円均一のポールハンガーで代用。植物を吊り下げたりもしています。また、先ほどの壁面 PC ラックの上部に固定していた突っ張り棒も木の棒に交換しています。平安振動工業の突っ張り棒でもドロワラインのパーツは使えるんですけれども、細いポール側でしか使えなかったんですよね。木の棒に交換すれば、端から端までドロワラインのシェルフが使えるようになる。で、交換して2個吊るしてみたところ、突っ張り棒より木の棒は強度が弱くしなるということに気づく。結果、補強パーツの T 型ジョイントも追加して、下からポールを支えるようにしました。これにより、縦のポールも増えたので、またポールフックを吊り下げてみたりといった感じです。木の棒って木材を使うので、ドロワラインより柔らかい雰囲気になるのは良いところですね。ちょっと人とは違うものができるってのも良いかなと。ただ、わざわざ木の棒で作るのかって言ったら微妙ですね。安いとはいえ、手間はかかるし、アイアンの方が強度はあるし、磁石もくっつきますからね。見た目だけでなく、使い勝手という点で素直にドロワラインを選んだ方が良いでしょう。ちなみにラブリコ丸棒でも突っ張り棒は作れますが、ドロワラインのパーツが使えないので、もっと見た目に限界があります。私はラブリコ丸棒の棚受けパーツを活用して、なんちゃって突っ張りラックとかも作ってますけど、木の棒に比べると値段は高額になるし、やっぱり見た目で劣ると感じました。はい、続いて私のメインデスク。Windows デスクの裏にパンチングボード壁面ラックを作りました。この壁、謎に凹んだデッドスペースがあったので、これを塞いでウッドパネル化したわけですね。部屋の壁紙を一面変えるだけで部屋の雰囲気が変わるってやつ。普通に壁紙の色を変えるってだけでは面白くもないので、パンチングボードをウッドパネル代わりに使って、インテリアラックとしても使えるようにしてみたんです。こちらのデスクは黒系のアイテムが多いので、ボードも黒に統一。フックや棚も黒で揃えて、漆黒のインテリアラックの出来上がりです。このラックは棚も追加したり、塗装したり、ラブリコの足を隠したり、フックも試行錯誤したり、照明を追加したり、配線も隠したりと、徐々に手を加えた部分も多く、思った以上に時間もかかっています。一応最終的な費用をまとめると、トータルで約6万円くらいはかかっているんですけれども、細かく説明するとまた長くなってしまうので、具体的な作り方、詳細についてはまた別の動画で説明できればと思っています。はい、最後にまとめです。これまで棚を作るために時間もお金もつぎ込んできましたが、こういった DIY 商品を使う最大のメリットって、DIY スキルが身につくことなんですよね。やってるうちに棚の仕組みが理解できるようになり、家具選びの判断基準も増えるということ。DIY できることで、下手な家具も買わなくなったのも事実です。自分でカスタマイズできるなら、高額なデスクパーツやニッチなオプション製品にも惹かれなくもなるし、そもそも市販の家具は大衆向けに作られているもの。あなたの家に最適化された家具なんてないわけで、ないなら自分で作ればよい。そう思えるだけで家具に対する認識も改まります。賃貸だから借り物だからっていう言い訳。こういった商品があると知ったからにはそんなことももう言えないんですよね。今では石膏ボードにピン固定して DIY できる商品もあるので、棚を浮かせたり、ガチャレールやパンチングボードを直接壁に固定してみたり、テレビを浮かせてみたり、トイレットペーパーを浮かせたり、折りたたみデスクを壁に取り付けてみたりとか。本当作れないものもないんじゃないかなって。実は私も突っ張り DIY から石膏ボード DIY に乗り換えてる場所も多いんですけれども、この辺の話はまた別の機会にできればと思っています。いずれにせよ DIY をやってよかったのは間違いないし、少しでも面白そうだなって思ったんでしたら、それはもうプライスレス。やってるうちに棚作るのもすんげー早くなるからね。こんなんどこで売ってるんですか？これ自分で作ったんです。そう自慢するために頑張っても良いんじゃないかなとも思いました。というわけで今回はこの辺でおしまい。